2024年に入り、ITZY、NMIX と JYP ガールズが次々とカムバック。まずは、ITZY Born to Be Untouchable の初週の成績を分析していきましょう。まずは、音源成績。リリース1時間後にはメロンに侵入していたのですが、そこからは翌朝までチャートインを待たなければなりませんでした。フロチャートも1時間のチャートインにとどまってしまい、苦しいスタートに。メロン日韓は101位発進で、日を追うごとに順位が低下。しかし、2週目に入ってからは耐えています。なんとか上がることを祈りたいです。続いて、音盤成績。日々順調に枚数を伸ばしていましたが、結果は31万枚台と、これまでカムバックごとにハント初動の自己新記録を更新し続けていたITZYにとって、初めて右肩下がりの推移を見せることとなりました。ハント初動が下がっているのには、いくつか考えられる理由があります。まず、昨年秋頃から見られるように、音盤バブルが弾けつつあること。そして、メンバーのリアが、今回の活動に参加していないことも大きいのかもしれません。元気に戻ってこれますように。そして、どうやら海外サイトでの販売が2月9日に開始するとのことで、海外での発売日が後ろにずれ込んでいることも大きく影響したのでしょう。そんな状況ではありましたが、19日のミュー版で見事1位を獲得。これで、デビューから10作連続、すべてのタイトル曲で音楽番組1位を達成していることになります。なんとかこらえてほしい。以上、ITZYの分析でした。続いて、NMIX に移りましょう。リリース1時間で自身初となるメロンへのチャートインを果たしていたことは、この動画でもお伝えしていましたが、その後も全チャートでチャートインを続けていました。回ではありましたが、メロンにもしぶとくチャートイン。2日目の深夜にもメロンに入れていたことから、100位圏内に入れるだけのリスナーは獲得できていたことがわかります。しかし、ユニークリスナー数は日々前減する展開、日韓順位も下がっていってしまったのですが、18日付の日韓順位を底に上昇に転じています。100位ラインまではもう少し。もっとも、エンミワロラコ、パーティオクロックを除けば、必ずメロンに入っていました。グラフの黄色線がダッシュのここまでの推移、果たしてどこまで上がれるか。朗報として、18日にはチャートアウトしていたフロチャートでも、22日月曜日、再侵入。フロは24時間換算のチャート、いい流れです。本番はどうでしょうか。ハント初動、初日は10万枚台で、前作の初日の2割ほどと大きく出遅れましたが、結果的には61万枚を超えました。前作からは下がったものの、前々作と同じくらいです。音源は、再び100位圏内に入れる可能性が十分にあります。今後の展開を見守りましょう。そして、2月には TWICE もカムバック、JYP ガールズのマドンに、良い成績が出ますように。そして、2組ともに音源チャートでの順位が上がっていけますように。